ゆるかかと歩きを習得を始めた方にとってまず最初にやるべきは更新です。それではゆるかかと歩きの習得を実際に始めていきましょう。今日やるべきことの内容です。まずゆるかかと歩きのファーストステップの要点、そしてやるべきこと、練習方法ですね。そして最後に注意点。今日はこれをお伝えしていきます。それでは実際にやっていきましょう。ゆるかかと歩きは2つのパートからなっています。1つ目がファーストステップ、2つ目がセカンドステップです。今から皆さんが取り組むまず最初にやるべきはこのファーストステップですが、ファーストステップは後ろ重心のことを指しています。今足にお悩みを抱えている皆さんの多くはこのような前重心で歩く癖になっています。この状態では前足部、足の前あたりに負担がかかってさまざまな疾患を生んでいきます。なのでこれからはこのような形、後ろ重心、もっと正確に言うと後ろ足のかかとに常に重心がある状態で歩いていくようにします。それではこのファーストステップ、後ろ重心を習得するためのまず一番最初に取り組むべき練習方法です。これは至って単純。まずその場で足踏みをしてみてください。そのまま前へ出ます。これでゆるかかと歩きの基本はできているということになります。もう一度いきます。このような形。なぜ今ので成立しているかというと、今皆さんがやってはいけないのは足がここに残って体が前に先に行ってしまう状態。足踏みということは足がここかここにあります。ということはここになることはありません。ですからまず練習方法としては足踏みをその場でする。そしてそのまま前に出る。とりあえずまずは皆さんはこの練習をしてきていただきたいのです。足踏みをして前へ出ます。ただ今まで足を上げる習慣がなく、体が先に突っ込んで足が遅れてくるような歩き方をしていた方は足がなかなか上がりにくくなっています。上げているつもりでもこんな状態の方はたくさんいます。なのでできれば鏡を見て足がこれぐらいは上がっているかどうか、それを見て確認をしていただくと良いでしょう。ではこの練習を行うにあたっての注意点です。まず1つ目です。かかとで歩く、ゆるかかと歩きというぐらいですから後ろ足のかかとに常に重心を保って歩く。そのために足踏みをして出るとそうなるのですが、かかとという言葉が出てきた時点で勝手に意訳をしてしまう方がおられます。かかとということはかかとから着地すればいいのねなどと変えてしまうと、実際にかかとから着地するのは必要ではあるものの、それでゆるかかと歩きができているわけではありません。やってみます。これはかかとから着地をしていますが、重心はどこにあるでしょうか。かかとから着地しても重心は前になってしまうケースはあるのです。ですからこれは今回もそうですし今後もそうですが、意訳をせずきちんと意味を捉えるというのはすごく大事になります。手におはを変えるだけで意味は全然変わってきてしまいます。あなたも悪いとあなたが悪いが全く違うのがと同じことです。ですからゆるかかと歩きというのはかかと着地のことではありません。かかと着地は必要ではありますが、かかと着地ではなく後ろ足のかかとに重心が常にあるという状態だと思ってください。
そして注意点の2つ目としましては、これは意外に難しいので油断をしないということが重要になります。足踏みをして前に出ればいいんだったら意外と楽だなと思うかもしれませんが、実際にダメな例をやってみると、この状態の後、もうこれでダメです。これでアウトです。体が先に行ってしまうと、もうその時点でゆるかかと歩きにはなりません。一度皆さんはご自分でこのように立ってみていただいて、鏡に横を映していただいて、まず片足を出して、この足に体重を乗せないでこの状態で立ってみてください。この後、さあどう動くかとやってみると、大抵の方はこう動いてしまうはずです。これはできていないのです。この状態からスッと足が上がらなければいけません。なので最初は足踏みで慣れるのが重要なのです。そして3つ目ですが、この歩き方をするにあたって正しい立ち方がとても重要だということです。この歩き方は足が先に出て体が後ろに残って重心が後ろになる歩き方です。それに対してやってはいけないのは、このように体が前に出て足が後ろに残っている状態では、これに対して立ち方で、もしも皆さんがこのような立ち方をしてしまっているとしましょう。この状態の方が一歩踏み出してみます。この状態、先ほどお伝えした足が後ろに残ってダメな状態になります。ですからこのようにお腹が出ている立ち方とダメな歩き方は、それはセット、リンクしているということです。足に疾患を抱えている方の多くは大抵の場合お腹が前に出てしまっています。ですからまずしっかりとこのようにまっすぐ立つことが正しい足の出方をするためにはとても重要なのです。というわけで皆さんはまずこの歩き方の練習、足踏みで前に進むを行うにあたって正しい立ち方をまずセットするというのにくれぐれも注意してください。まず1回目いかがでしたでしょうか。ゆるかかと歩きはファーストステップとセカンドステップに分かれています。ファーストステップの習得が重要ですが、このファーストステップ、足踏みをして後進気味に歩くというのが一番分かりやすいスタートの仕方です。そして注意するべきは、意外にこれは難しいので簡単なように見えても油断をしないこと。そして教えられたことを意訳をせずきちんと正確に受け取ること。さらには立ち方がとてもつながっているので、立ち方をきっちりとしてから歩き始めること。このあたりに注意してください。では頑張ってください。